今日は妻に捨てられる中年夫の特徴3選をご紹介します。夫の行動に限界を感じている妻は世の中に大勢います。今回は妻に捨てられる夫の特徴について解説します。妻に断捨離されないように男性の皆さんは気をつけてくださいね。この3選は私たちの経験やクライアントさんのお話を聞く中で感じたものです。あくまでも私たちの意見として見てくださいね。それではその1いってみましょう。はい。すべて妻任せでやってきた夫。確かにね、男としては情けない感じですね。夫婦歴も長くなると、これまで夫婦でどれだけお互い対等にね、やるべきことをやってきたかっていう部分がすごく大事になってくると思います。確かにね。そんな中、すべて妻任せ、自分は知らん顔っていう風にやってきた夫は、かなり捨てられるリスクが高いと思います。例えばね、子供がいる場合、こういうタイプの夫は、妻ももう家事とか育児でもてんとこまいも追われまくっている忙しい中に、俺は忙しいからもう子供はお前に任せたなんて言い続けてきたわけですよ。すごくありがちですよね。で妻にしたらね、猫の手も借りたい時に、俺は仕事行ってくるなんて言って子育てに協力してこなかったツケはものすごく大きいですね。お前を信頼してるからなんてね、言葉でうまくごまかしてきたかもしれないけど、やっぱり妻は子供は2人の子供、家庭は2人の家庭、夫婦で協力して乗り越えてきたかったわけですからね。でそこにずっと関わってこなかったっていう罪は重いものがありますね。これはね、結構時代的なものもあると思うんですけどもね、ちょっと前までは男は仕事、女は家庭なんてね言われてきた背景もありますね。そうは言っても確実にも時代はもうわーっと変わってきてるわけだから、その変化ってやっぱりね感じてるはずなんですよ。それなのにうちはこれでいいわ、俺はこのスタイルだわなんて堅くなに妻任せっていうのはやっぱりおかしいんですよ。こういうタイプの夫ってね、特徴があって、1個やっただけでやってやったって感がねすごいんですよ。やってやったわっていう感覚、例えばね、ずーっと昔1回だけ保育園にお迎えに行ったとかね、1回だけ病院に連れて行ったとかね、とにかく本人はめったにしないからもう記憶に鮮明に残ってるわけですよ。それはもうことあるごとに、あの時こうしてやった、あの時ああしてやったみたいなことをもうことさらに言いまくったりするわけね。よく覚えてますよね。覚えてるでしょこれとてもね耳が痛いですね。そうでしょ。こっちはもういつもやってることなんで、そんなことをねいちいち言ってたらもうキリがないんですよ、それなのにもう恩着せがましく、もうほんのちょっとしたやったことをねもう自慢する根性っていうのは、もう妻ははっきり言ってもドン引きそうなんですね。私なんか結構やった方なんですけどね。それならね、そうと言ってくれればいいじゃないですか。次元が近いすぎて、言う気にもならないわけ、妻の方は。もうそれが本音なんですよ。もうね、またそんな話、もう分かりましたよ。もうあの時ありがとうね、もうみたいな感じで、もうさーっと聞いてるね。すごい釣れないですよね。それですよ。本当に釣れない感じで取り付く島がありませんが。それではその2は、暇になった今となっては急にコロッと手のひらを返したようにいつも妻といたがる夫。それは絶句ですか？絶句でしょう。この調子の良さ、妻が腹が立つのはこなんですよ、でこっちが本当に大変で手を貸してほしかった、2人でやってほしかった時に、俺は仕事で忙しいって言い続け、年取って仕事が暇になって時間ができた、そうすると妻にね今度はべったり張り付きがちになるっていうこの調子のいい良さね。ほんとこれね、そうだからね、もうね、これまで会社べったりで生きてきちゃった、そういう人ね、会社もべったりなんですよね。だからそうすると趣味もこれと言ってなかったり、友達も少なかったりするわけなんですよね。そうすると週末どっか行きたいところも特にないっていうパターンが多いんですよね。だからどこでも妻についていこうとする、買い物とか散歩とか俺も行こうかななんて言われてもううんざりっていうのがこれ夫が源無限病ですね。そういう夫のストレス存在がものすごくストレスに感じる妻が多いですよ。せっかくね時間ができたんだからね、これからは夫婦仲良く一緒にいたいじゃないですか。そっちはね定年退職して時間ができたかもしれないけど、妻からすればこれまでねずっと築いてきた日常生活っていうものがあるわけですよ、自分が今まで好きなようにしてきた行動がねできなくなっちゃって、飯をどうするんだとかね、なんとかかんとかとか言われたらもうね、それはもうすっ
ごいストレスなんですよ。そうなんですかね。そうですよ。なかなか四六時中一緒っていうわけにはね、いかないと思うんですけどね。そうだったらね、本当にストレスかもしれませんね。まあでもたまのね、買い物くらい一緒に行ったって、このね、バチは当たらないと思うんですけど、ね。週に2回も3回も一緒にスーパーについてこられたら、もうこっち本当にかなわないわよっていうね、魚はこっちの方が美味しそうだとかね、やはり肉はこっちの方がいいだろうとかね、どうせならねこれも買っちゃおうよとかね、お金は払わないくせにいろいろ買いたがるのが夫ですよ。暇な夫。そんなこと言ったってね、今までね、頑張ってね働いてきたわけなんでね、今ねこのご褒美もらわないでどうするのよ、好きなもの食べなくてどうするのよっていう心境ですけどね、私の方はね。今まで頑張って働いてるのは妻も一緒なんですけどね、そんなにあれこれね好みがあるんだったら人任せじゃなくて自分でメニュー考えて料理したらどうなのよって話になるんですよ。もちろん妻任せにしないでよっていうことですね。もちろんそうですよね。それは確かに一理ありますね。とにかく妻としては子供も手を離れ、これからは自由な時間も増えて、さあ一人でね自由を謳歌しようっていう時に羽ばたきたいわけなんですよ。それ今さら何って感じなんですよね。妻が私たち夫婦として関わってほしい時は全然関わらず一人で好きに楽しむぞっていうステージになって、今さら一緒にいてよって言われても何言ってんのよってしらけた気持ちになるのはね、仕方ないことだと思いますよ。これ夫婦の気持ちにはね、相当なギャップがあるよね。ここでそのギャップの正体をやっぱちゃんと見極めて夫婦で対処できるかどうか、これが人生のこれからの分かれ道になると思いますね。ここまでね、妻と夫の気持ちがね離れちゃってるとなかなかこれはね、難しそうにな感じしますけどね。難しいって言えば難しいのかもしれないけど、でもこれまでね妻任せの積み重ねがあるわけなんですよね。ここからは妻任せじゃなくて夫任せの部分を具体的に積み上げて増やしていけばいいわけです。例えばじゃあお昼のね食事はね夫担当、夜はね妻担当とかね、負担感を公平にすること、ここにゴールを設定して今日から行動を始めれば気分は全然変わってくると思いますよ。妻の長年夫の犠牲になって生きてきた、もうこれ以上犠牲になりたくないっていう気持ちが夫断捨離のね一番の理由になっているわけだから、この気持ちをどう軽くしていくか、よりよく夫婦で話し合っていい方法を見つけて実行していくってことが大事ですよね。まずはね話し合いがね、大事だっていうことですよね。何の負担って感じるかって人によって全然違いますよ。例えば料理がすごく好きな奥さんだったらね全然料理は負担じゃない。でも掃除がすごくしんどいなとかっていうんだったら、もうそしたら夫がもうコロッと人格変わるぐらいの勢いでも掃除を徹底して担当すればいいんです。しかし人格を変えるくらいの覚悟ってどんなんですか？だってね、妻のやっぱりなんか犠牲感ね、蓄積が大きければ大きいほどやっぱそうなりますよ。何が不満か我慢しないでちゃんと伝えるってことを夫婦って意外とできてない、お互いにできてないと思うんですよ。ついつい我慢しちゃってそれの伝えるのも今更面倒くさいからどうせ変わらないだろうこの人はって諦めたりして、そういう積み重ねがね目の前の現状としてあるわけなんです。でその積み重ねをしてきた方は悪いけど、ある意味放置してきた妻の方にもねやっぱり責任もあるわけなんで、どちらかが 100% 悪いっていうことはありませんからね。お互い見て見ぬふりをしてね、傷口がねどんどん大きくなっちゃってるってことはねありますよね。そうなんですよね。ちゃんと話してじゃあ不満はこれって分かれば対処していくことができるわけですよ。で不満って公平じゃないなって感じるから起きるでしょ。だからこの夫婦円満の一番のコツはやっぱり何といってもお互いの対等感、公平にするってことよね。私なんかはね以前はね結構ね男子厨房に入ってたんですけど、40代ぐらいからはねちょっとキッチンに立ちるのは一回もなくなったみたいなね。40代前でしょそうですかね。今じゃねこうやってねミキティと完全にね 50-50 よりはもっといってるかな 60-40 ぐらいはねやってるような感じはしますけど、30代40代とかもう一切台所なんか入ったことないっていうことですからね。本当に私たちも結構ここは一生懸命ね話し合いを重ねてやってきたことなんで、でもおかげでねすごく今安心して暮らせてますよ。本当にありがとうねダーリン。そういうようなことでですね、ミキティも非常に喜んでくれておりますが、本当やっぱ男子もね、料理大事です。そうですね。そしてその3は経済的な理由を全て妻のせいにする。こんなことあるかしらね。どういうことですか？
ですかね。これね、実際仕事も減って、はい、収入がめちゃめちゃ減ってるわけよ。それなんだけど、家計は全部今までね、妻任せにしてきたわけで、相談に乗ってよって言ってもね、自分は分かんないよみたいな風にね、やってきて、それでなんか全然節約しようとかしないで、人生そのまんまの勢いで来ちゃって、で自分は好き勝手にね、お金を使いたがるっていう、仕事人生全盛期のまんまで意識でやっていきたいっていうことね。そういう旦那です。意識が変わってないってことですかね。そうなんですよ。はい、そうですね。これありがちなんでしょうね。そうなんですよ。本当にね、一切ノータッチで、自分には分かんないって言ってきたのにね、いざこう通帳を開いたら、なんでこれしか貯金がないんだとか、お前がね、散々無駄遣いしてきたんだろうとか、俺は額に汗してね、働いてきたんだからなんて、なんか文句があるのかよとかね、言う夫はもう最低ですね。最低最悪。もうこういう夫はもうね、もう断捨離街道まっしぐらと思った方がいいですね。確かにこれはやったらあかんね。そうでしょ。最低やね。最悪やね。そうでしょ。そう、責任取ってないんですよね。責めるだけ責める。でもね、こういう夫って結構多いんですよ。はい、仕事さえしてきたら、後の責任は全部妻が取って当たり前みたいな勘違いしてずーっとやってきたっていうね、そういう積み重ねがあるあなたは危ないですよ。いや怖いですね。ありえませんからね、これはね。もしこういうね、態度をされている方がいたらね、一刻も早く改めてください。はい、本当にそうですよ。実はですね、ちょっとショッキングな話がありまして、統計によるとね、離婚した男性の平均寿命は既婚者よりもなんと約9歳も短くなっちゃうんですよ。妻に断捨離されたら、あとはかなり厳しいのが現実です。厳しいんですよ、やっぱり。人はいつからでもやり直せますからね。夫婦でよく話し合って、妻も夫も対等にこれからね、どうやって気持ちよく暮らせるかっていうところを話し合って、これから関係性を作っていきましょう。ちょっとドキッとするような話ですよね。はい、9歳も短くなっちゃうって言ったらもうすぐ死んじゃうみたいな感じ、だったんですけども、ということでですね、今日は妻に捨てられる中年夫の特徴3選についてお話ししました。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。あと皆さんのね、エピソードもぜひ教えてくださいね。コメントや質問もお待ちしています。夫婦の笑顔が世界を変える。世界中の夫婦が幸せな未来へ羽ばたけますように。本日もご視聴ありがとうございました。